皆さんこんにちは、みるです。今回は私自身ね、初めてのマカロン作りにチャレンジします。めちゃめちゃ緊張しちゃう。なんでね、今回マカロン作りにチャレンジしようかと思った理由なんですけど、もうほんと数多くのお菓子作り動画を出してきたんですけど、唯一ね、マカロンだけまだやってなくて、視聴者さんとかミルフィーズのみんながね、リクエストしてくれて行動に移そうって思ったのが一つと、あとこの度ね、私のブランドアンミルからなんとじゃん、こちらのね、マカロンポーチが出るということで、このね、販売に向けてこの子たちそっくりのマカロン作ってみたいなと思って今回チャレンジします。ぜひ応援してください。クッキング久しぶりでなんかおかしいマカロンのマカロン生地から作っていこうと思います。マカロンのベースの材料は4つで完成するっていうことで、今日はバニラ、ストロベリー、オレオの3種類作っていくので、もうテキパキとやっていこうと思います。でこの時にアーモンドプードルは潰れると油分が出てね、マカロンが割れる原因になっちゃうので、優しくやってあげてください。穴がねちょっと大きめなざるでやってるので2回こします。ちょっと手間に感じる方とかもいると思うんですけど、このね一つ一つの作業でね、成功するか失敗するかが決まってくるのでしてあげてください。メレンゲ入れます。6個分なのでちょっと量が少ないんですけど、これでコシを切っていきます。こんな感じでちょっとね、コシが切れて泡が立ってきたら、砂糖3分の1入れます。目分量で大丈夫です。そしたらまたこの砂糖が溶けるまで泡立てます。溶けたら2回目、これまた溶けたらでいいので、残りの全量入れます。これ全部入れ終わったら、綺麗な滑らかな角が立つまで泡立てます。めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。5段階あるうちの1とか2ぐらいの低速で1分ぐらい混ぜて、目の細かい泡にします。気持ち程度で大丈夫です。やばい、結構緊張する。これマカロナージュのとこですよね。失敗しないでほしい粉全部入れます。ただ最初からガシガシ混ぜるんじゃなくて、ちょっとねコロコロ転がして、この後ねメレンゲを一つにするイメージで、あまりねここでガシガシ混ぜてしまうとマカロナージュの時にダラダラなっちゃうので、優しくちょっとコロコロする感じ大丈夫、失敗したらその時はその時なんですね。こんな感じで粉っ気がなくてね、ちょっとボタボタする感じになったらマカロナージュをしていきます。でね、何回かやっていくうちに様子をね何回か見てあげましょう。お、いいんじゃない？ともうちょい、あと気持ちもうちょいかな。持ち上げてトロトロトロってつながる感じ、これをリボン状って言うんですけど、これで完成です。レンゲがこれ以上潰れないうちに絞り袋に入れていきます。口金は何でも OK です。マカロンのね目安をつけていくんですけど、皆さんはペットボトルのキャップとかをね A4 の台紙に書いてこの下に敷いたりとかしてたんですけど、私は粉糖とね口金の丸い部分を使ってこうやって印をつけていこうと思います。製菓学校の時もこれでやりました。でこのね丸いのがないよっていう方はペットボトルのキャップとかでも全然大丈夫です。ほんと目安なので。でこの粉糖をこうやってやって、全然つかない、もうほんと大体で大丈夫です。ここのカーブがあるとねマカロンの生地流れちゃうので、こっちにしようか。ついに絞っていきます。
結構いい感じだと思うんだけど、なんか緩くない？空気これ。爪楊枝、爪楊枝、爪楊枝。ファンの子からもらってたこれがありました。爪楊枝代わり。あ、よかった。気泡だ。どんどん叩きます。そしたら表面に出てきた気泡をちょっと取り除いてあげましょう。これを表面が乾くまで放置するんですけど、今日ね雨で、さっき雨が止んだみたいな状態なんですよ。扇風機とかドライヤーの冷風を当ててね乾かす方とかも結構いらっしゃったので、私もね今回それでやってみたいと思います。これで完璧ですこれで乾かしてあげましょう。あんまりね風が強すぎるとマカロンの生地押し寄せちゃうので、優しい風で20分ぐらい乾かします。今ね白を乾かしている間にピンク作りました。ピンクもね無事にだれることなく綺麗に乗ってくれました。嬉しい。簡単マカロンで、このホワイトの方がめちゃめちゃ乾いてます。ちょっとプニプニしてね返ってくるぐらいがちょうどいいので、これでね焼いていこうと思います。最初180度に予熱したオーブンで3分間焼成をして、130度で10分から12分焼成していきます。130度にね切り替える時にアルミホイルを乗せてあげたりとかして焼き目がつかないようにします。じゃーん、見事に色ついちゃいました最初の3分焼成する段階でミルが間違えてね上段に入れちゃったので、こんがり色がついちゃいました。で残りの130度12分の時で色がねさらに濃くなることはなかったので、最初のね3分間は下段に入れて180度にした方がいいことを学びました。ホワイトなのにさ、卵ボーロみたいな色になっちゃった。完全に熱が冷めてから取り外すみたいです。ピンクが焼けたのでいきます。じゃん。これとんでもなくない？乾燥をねしっかりやったからかピエもしっかりと出て、焼き色もすごくついちゃうことなくできました。やっぱ上段じゃなくて下段ですね。ホワイトの方と全く同じ時間焼成したんですけど、やっぱ焼き色が全然違うので、皆さんはずっと下段で焼いてあげてください。あとブルーをね焼成する間にガナッシュを作ります。ちょっと皆さん見てください。せーの、じゃん。宝箱すぎ。なんか意外とうまくいってる。やっぱなんか表面の乾燥をめちゃめちゃしっかりやるといい感じなんだと思う。でこれはさっき指で押しちゃいました。ごめんなさい生クリームをちょっと出してね湯煎しておきます。大さじ3杯ぐらいだからこのぐらいでいいか。やばい、美味しそう。食べたい。食べたいなんかもうほんと久しぶりにお菓子作りできて嬉しい。はい、こんな感じでストロベリーの方溶け終わりました。そしたらこれがガナッシュになるように優しく混ぜていきます。見えてないね。いいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃツヤツヤ。そしたらこれは常温で放置しておきます。後でね冷やしてお好みの硬さにします。ちょっとプカプカしちゃう。氷水を張ったねボウルの上で冷まして、好きな硬さになるまでちょっと調節します。こういうのねすぐ固まってくるので、ほんとちょっとで大丈夫です。マカロンに絞った時にタラーって垂れてきちゃうともったいないので、ここである程度固めておきます。ゆらゆらゆらーん。
めて剥がし終えました。めちゃめちゃマカロン界の橋本環奈説が出てきました。あ、間違えました。橋本環奈様ですね。危うく呼び捨てにしちゃうとこでした。で、なんかちょっと裏面見ると、私の家のオーブンのさ、網目っていうのかながちょっと残ってて、このオーブンの網目がなければもっと綺麗に焼けたんじゃないかなって思います。3つのガナッシュを絞って完成になるので、楽しみ。早速やっていきたいと思います。どのくらいなんだろう。ちょっと緩いからパズルです。こっから危ない。できました。これで固まるのを待ちます。このぐらい？なんか全然何もわかんない。あ、いいんじゃない？はみ出し具合はめっちゃいい。ただーん、バニラクリームです。ちょっと緩いのかな。周りに絞ればいいのか。学び。こうやって周りにさ絞ればいいってことだよね。かぶせればいいんだよね。ちょっと空洞ができちゃったやつもありますね。やっぱこれもオーブンの後なのかな。もうちょい焼いてもよかったのかな。クッキーが詰まって出てこない。上から溢れてきちゃった。じゃあマカロン完成しました。やばい、こんな上手にできると思わなかった。正直今いろいろ写真を撮ってたんですけど、断面が見せたくてね、こういう並び方をしてみました。どうですか、この色バランス。私のね大好きなカラーなのでめちゃめちゃ嬉しいです。上から見るとこんな感じ。今回発売するマカロンポーチなんですけど、見て、めちゃめちゃそっくりじゃない？ほんとこのポーチはマカロンをイメージして作ったので、もうこうやって今回作ることができてめちゃめちゃ嬉しいです。もうぴったりだよね、マカロンポーチに。こういう海外のさマカロン画像でよくありそうなぐらい上手にできました。今並べてみました。共演渡しました。かわいい。どうする？待って、何味から食べよう。何度も言っちゃったあれなんですけど、バニラクリームにピンクマカロン、バニラマカロンにいちごクリーム。こちらが9月27日夜8時から販売でございます。なんか最初は1色にしようとしてたんですけど、私がどっちかの色に選べないということでね、2色展開にさせていただきました。ピーポーすごいね。今日ね朝も鳴ってたんだよね。皆さんぜひお揃いしましょう。かわいいでしょこれ、マカロンポーチ。撮影で割ったらくしゃくしゃになっちゃったんですけど、食べていきたいと思います。めっちゃマカロンなんだけど普通に。めっちゃちゃんとしたマカロンです。めっちゃ美味しい。でね、密閉できるタッパーとかにこれにシリカゲルっていうものを入れて一緒に保管しておくと 2,3 日は大丈夫です。友達に渡したいけどちょっと時間経っちゃうよっていう子とかはね、やってみてください。あと楽しみにしてたオレオ。うわ、なんか牛乳っぽくて美味しい。めっちゃなんかね、オレオ牛乳っぽい。すごい美味しい。断面がこんな感じ。なんでオレオ牛乳っぽいかと思ったら、ホワイトチョコレートがさめちゃめちゃクリーミーだったよね確か。それだ。サクサクしてる。で中もちもち。かわいい。やばい、これ作ってよかった。本当にめっちゃ嬉しい。こんなにねいっぱいできたので、友達とか家族にあげに行きたいと思います。ラッピングとかあげた時の様子とかはインスタグラムのリールとか写真とかでね載せようと思ってるので、ぜひねラッピング方法とか気になる方はぜひ遊びに来てください。やばい、めちゃめちゃ美味しいんだけど。てかなんかお菓子作り楽しすぎてなんかやばい。最近作れてなかったから、その作れてなかった反動がすごくて、作ってる時にもねちょっと気づいてたんですけど、やばい、これお菓子作りの沼にもっとどっぷりハマっちゃうかもって思ったの。マカロンは初心者さんにはすごいね難しいって言われてるお菓子なんですけど、個人的に難しいポイントは本当になくて、これは本当お菓子作り慣れてるからとかじゃなくて、客観的に見た時に難しいポイントがなくて、で私がね動画内でちょっとねアドバイス入れていこうかなと思うので、そのアドバイスを守ってくだされば絶対に成功します。ちょっとね失敗するのが怖くてマカロン作れなかったんですけど、これは本当に大丈夫。絶対にねみんなならできるなってすごく実感しました。作る前にミルの動画を何回か予習すれば絶対に
成功します。なんでこんなに自信が持ててるかっていうと、私が作った時にマカロン作りに適してないって言われる湿気ムンムンの日だったのね。雨降ってたし結露すごかったしみたいなぐらいだったんだけど、成功したから季節気温関係ありませんってもう私が立証しちゃいました勝手に今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうまたねー。ありがとうございました。オレオが一番美味しい